こんばんは。この間うちで怪我の処置させていただきましたけど、あれからどうですか？うん、そうですね。なんか見た感じすっかり良くなってよかったです。切り傷のところホチキスで留めましたけど、あれから針ってどうなりました？うん。自然に取れた。じゃあね、ちょっと、そうですね。じゃあ問題ないかな。うん。で、折れてた指なんかもう痛みもない。あーあああうんうん。あ近所の接骨院行った。そう。うん。ね。うんうん。専門にね、やってるところに確かに骨折とかはね、見てもらった方が。うん。でも良かったです。で、今日はどうなさいました？うん。あ体内の、なんか CT スキャンをしてほしい。うん。それはどのような理由で？年齢的になんかいろいろ不安ということですね。わかりました。あの、ご存知の通り、ちょっと今ね、いろんな、ちょっとクリニック上の問題がございまして、CT とか、レントゲンであったりとか、そういうものはありません。申し訳ない。ですが、やはりこちらに関しても数十年の熟練の、テクニックというか、そういうものがございますので、問題なくできます。でしたら、本日は人間ドックみたいな感じで、実費で大丈夫そう？はい、わかりました。そうですね。あ、ちょっと待ってくださいね。うん。すいません。これそう。いえね。なんか先週、なんかとある心療内科の先生が、うちのクリニックの2階、なんかどうせ使ってないんだったら貸してほしいって言って、問い合わせ来たんですよ。確かに今ちょっと2階ね、誰もいなくなっちゃったんで、何もなくなっちゃったっていうのが正しいかな。なのでね、その分、その先生からね、家賃を取る形でお貸ししてまして、で実際ね、日々そのクリニックに、何人人が来てるかをちょっとね、見てるんですよね。で来てる人数によってまたちょっと上乗せで、ちょっと家賃をちょっとね、増やして取ろうかなみたいな。
そうですよね。ちょっとね、顧客数がね、多ければね、やっぱやって、ちょっとね、月々のお値段とかもちょっと増やしたりみたいなの、なんでもありますでしょ。ちょっとそんな感じで、ちょっと人数を見つつ、すいませんね。先週行きました？上のクリニック？心療内科？やだな、もう。なんで言ってくれなかったんですか？うちだって来てくれればできましたよ。いや、もうそれはもう、総合病院ですからね。はい。じゃあちょっと通ってるんですか、上に。わかりました。今日はね、うちで、はい、ちょっとお体の状態をね、見るということで、ありがとうございます。そしたらですね、じゃあ実際ね、CT などがない状態でどうやって、体を見るのかっていうことなんですが、もうね、結構ね、ここまで来るとね、外から見ただけでだいぶわかりますね。まずあなたの、ちょっとね、この、頭の部分、ちょっとね、触らせてもらったりはしますけどね、いいです？このね、お脳みその形とか、大きさ、そんなものは、この外からね、この頭蓋骨の、はい、大きさとかね、硬さですとか、そういうことを、ちょっとね、触らせてもらって、なかなかです。はい。頭の方はね、ちょっとね、ごめんなさい、横向いてもらっていいですか。デコがどれくらい出てるかとか、後頭部のね、この、そうだな、この張り具合、なるほど。じゃあそのまんま下に行って、お目元ね、これちょっとしっかりお目こうパッと開いてくれます？なるほど。今ね、眼球の大きさとか、瞳のこの黒目の部分の、着色の大きさとか見てますね。ええ、これ大事ですね。なるほど。はい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 。そしたらじゃあそのまんまこのお花のところに行きますね。ちょっとお花、痛みとかはないです？そしたらね、ちょっとつまませていただきますね。ここがどれだけ動くか。はい、失礼します。よいしょ。じゃあこんな感じで、よいしょ。結構動きますね。お痛みも大丈夫なさそう。なんかね、鼻の曲がり具合なんかもそんなにないかな。折れたこともないですかね、今まで。グッとグッと。そしたらね、ちょっとお耳の方を触らせてくださいね。ちょっとお顔すいませんね、ググッと。
頭まっすぐ、固定します。よいしょ。 OK。 はい。でそしたらじゃあそのまま左のお耳いきますね。特に違和感はないですか？大丈夫ね。はい。じゃあ次ね、反対ですね。じゃあこっちのお耳かな。じゃあこっちは失礼します。こっちも特に大丈夫。触られた感覚も左右差ない。はい、わかりました。そうだね、大丈夫そうかな。そしたらね、今度唇の方もね、見させてくださいね。これはまあどうしようかな。ちょっと唇の方をまあ保湿は、ちょっと乾燥してるかな。それくらい。まあ形はね全然いいです。ね、横幅なんかもね、正常出したっても良さそうな感じで。そしたらちょっとあとこの喉のところですかね。ここがだんだんねちょっとね細くなってきたり、なんかちょっとしたことで咳が出やすくなったりとか、そういうことはどうです実際？なんかたまにねむせる感じがする。なるほど。そしたらじゃあね、やっぱちょっと見ていきますね。はい、すいません。ごめんね。はい。ちょっとね、首まっすぐこんな。よし、よし。OK。はい。じゃあちょっとね、触っていきますからね。ちょっとこの喉仏のところとか、なんか、おえってなりそうだったら言ってください。大丈夫そう？今ちょっとここ力入れて押してもグーッと押してもなんかこうむせる感じとかしないですか？グーッとここをねグーッとね押すとね、人によってはねもうなんかすっごい気持ち悪くなっちゃったりするからね。大丈夫そうですか？ちょっとね、手ばかりでね申し訳ないけど、ここの太さからしてそう一緒ぐらい、一緒か、3センチないぐらい。オッケーオッケー。そしたらあとはちょっとすいませんね、あんまりベタベタねこんな触っちゃねいけないんですけどね。あなたのちょっとね心臓の部分とか
ちゃんと動いてますね。ちょっと待って、私が同じぐらい、そうね、同じぐらいの速さなんで。えーっと心臓の速さってなんかたまにちょっとこうなんていうんですかね、不整脈というか、こう一定のリズムからこうトトトンみたいな感じで外れたりすることってありますか？それは大丈夫そう。わかりました。じゃあね、多分ね、問題ないな。で、そしたらちょっとね、これ肺の方なんですけど、ちょっと触らせてもらっていいですか？おタバコって吸います？なるほど。吸われるんですね。で、ちょっとね、大きく息をね、で、こう吸ってみてください。はい。せーの。いけるところまで、いけるところまで吸って、はい。もう限界で止めてください。はい、で、ふーっと、はい、いいですよ。息吐いて。じゃあね、もう一回いきますね。息を吸って、はーい、限界のところで止めて、そこ限界で、またプスーッと吐きます。ちょっとね、やっぱり空気があんまりだいぶ入ってないですね。呼吸が浅いというか、ちょっとね、肺のキャパがだいぶ狭まってるかな。まあね、まあでもまあ大丈夫でしょうね。今普通にうちの病院に来てるぐらいなんで。じゃあそしたらね、あとはね、もうこっちの肝臓とか胃とか腸のところはね、だいぶデリケートな部分なのでね、ちょっと叩く程度にしとこうかな。ちょっとね、胃からどんどんいきますね。下に向かって、どん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 。もう一回いきますよ。どん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 。ね、この横行結腸とか、下行結腸とか、どん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 。で、ここが小腸の、で、大腸があって、どん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 。はい。で、ここがね、もうね、膀胱で、こっから下はもう私触れないので、自分でなんか違和感あれば自己申告してください。はーい。でもちょっとギューッと押しますね。ここが、お腹がちょっとね、張ってるかな。まあ、大丈夫かな。はい。わかりました。今いろいろとね、触診させていただいて、CT スキャン並みに、ね、あなたの体内の構造、あと問題点、すべてわかりましたので、これからご説明させてください。はい。はい。じゃあ患者様、お疲れ様でした。今、患者様のですね、お体を、触診させていただきまして、お体の中でね、どういうことが起きているのか、そちらの方ですね、少し説明させていただきたいと思います。まずね、上からいきますね。こちら、レントゲンみたいな感じで、見ていただければと思います。はい。これね、ちょうどいいものがね、100均で売ってたんです
ですよ。なんか人体解剖のなんか人体を学ぶなんかセットだったんですけど、まあ今ね、この彼の患者様のお体の中だとしますね、これが。まあ今ね、何もない状態ですけれども、ではですね、上から順番に行きますと、まず脳ですね。こちら脳みその部分なんですが、こちらはですね、触診させていただいた限り、特に問題ないですね。はい。こんなところかな。こんなところかな。問題なく、機能しているかな。若干左側にずれているかなっていう感じがしましたので、はい。ちょっとね、ちょっとだけ向こうに寄った感じでつけさせていただきました、今。はい。で、あと続いては、この目のところですね。で、目に関しては、若干の、なんて言うんですか、充血とかはあったものの、これもね、問題なく、はい。こんな感じでつけさせていただいて、はい。でね、目元のバランスなんかはね、離れてるかなっていう気はしますけどね。さほど問題はない。そういう方もいますしね。で、続いてがですね、お耳ですね。さっき結構触らせていただいて、で、耳どこ行ったかな、あったあった。耳に関してもですね、特になんか問題なく普通にこうくっついてたんで、はい、こんな感じでこうやって間を通す感じでいけますかね。そうですね、全然問題なく、お耳それぞれ聞こえてるようでしたし、耳たぶの、柔らかさ、そんなものもね、抜群でした。はい。で、続いてこのお鼻の部分ですね。お鼻とお口、これはもう一気にいっちゃいますっていうことで、お鼻に関してもね、弾力よく、しなっておりました。はい。ですので、こんな感じでつくのかな。ちょっとね、こんな感じで。で、このお口元ですね。この図ですと、ベロを出しておりますが、ちょっとベロまでは見なかったですけど、お口のこのプルプル具合ですとか、大きさ、厚み、これもね、特に問題なかったです。はい。でですね、で、ただ、こっちのあれですね、食堂で、これがですね、ちょっと若干やっぱりね、もう狭くなってきてるかなみたいなのはありました。狭いし、若干なんか曲がってっかなみたいな。すぐね伸びてればいいんですけど、そうですね、若干ちょっとなんというか、こっち寄りだったかな、触った感じが。はい、そうです。はい。で、そのまんまちょうどこの食道が突き刺さってるようには見えますが、この間にですね、
肝臓？肝臓じゃない？すいません、間違えましたね。はい、大事なこのね、はい、あれです、心臓です、心臓。はい、これがね、こんな感じでどうやってついているか、まあね、こんな感じですよ、きっと。はい、こんな感じでね、きっとね、ついてる。まあみんな同じかな。患者様の場合もね、問題なく心臓動いてたので、なんか若干心臓肥大とかってね、いろいろ、でもなんかそんな感じしなかったので、大丈夫かな。あと何年かは、問題なく動くかなと思います。ただね、あなた、これも、はい。これはもう言っちゃう、先に。これ、はい、やばいよ、あなた。はい。何がやばいって。この図ですと、これ正常な肺なんですよ。そう、正常な、色の肺ですね。これが綺麗なピンク色。でもね、ちょっと今ごめんなさい、ボールペンないからあれですけど、あなたの肺は多分もうね、真っ黒です。空気の入り方はね、ちょっともう黒いかな、だいぶ。と思いますよ。タバコやめてください。で、肺まで行きまして、次がですね、肝臓ですね。で、こちらの方がね、ごめんなさい、すいません。先にね、胃が来ますね。この裏側に。はい。胃があります。これですね。でね、この胃に関しても、なんか特にね、張りもなく、どうなってんだ、こうつながんのかな。ちょっとね、すいませんね、先生もちょっと、きっとこんな感じですかね。胃はもうね、張りなく、はい。綺麗な、綺麗かななんて、はい、思いますよ。でね、あとは、そうです。肝臓ですよね。で、患者様ね、ちょっとね、飲酒の量がですね、やっぱり、ちょっと心配かな。肝臓がね、やっぱりこう、ね、ちょっと限界を迎えたりするとね、ちょっとかわいそうなので、ここをちょっと、しっかりこういたわってあげて、ちょこっとの晩酌程度でしたらね、寝つきも良くなるし、そんなに体にもね、負担かからないんですけど、いうなんか500缶みたいな、あれを2、3本やっぱ飲んでたらね、ちょっとダメですね。大丈夫そうです。はい。で、次が、腸なんですけど、ここがいわゆる大腸。で、ここが小腸。って言われてるところですね。で、当然ね、ここはもうここにペタッとくっつくわけですよね。こんな感じですかね。
つくんですが、ちょっとね、張ってるかなっていう感じがしましたね。だからそれはつまり、そうですね、ちょっとこのガスが溜まっているのか、こういうところに、ちょっとガスがね、こういうところこうやって溜まって、こう排泄されないで、ちょっと悪さをしているのか、もっとね、怖いのがね、やっぱりちょっとこの、便がね、ちょっと便秘だったり、こういうところにこうちょっと溜まっちゃってると、ちょっとね、張っちゃって、ガスも溜まってみたいな、なので、しっかりね、食物繊維をとってください。大事ですね、やっぱり。なので、なるべくね、そうやってこう体から毒素を排泄させて、そうです、そうです。大事です。はい。でですね、最後にこちら、腎臓があって、下の方に膀胱。はい。これがですね、要はいわゆるこういう形で本来はこうついている。ちょっと貼れないですけど、こんな感じで、はい。ついてるわけですよ。で、ここからね、ちょっとごめんなさい、貼れないからあれですけど、ここから、当たり前ですが、こうやって尿がね、こう排泄される。おトイレの回数とかって、あんまり行かれないですか？それとも頻繁？夜間頻尿みたいなね。わかりました。だんだんね、ちょっとね、お年とともにね。はい。でもね、大丈夫です。今日ね、見ていただいた中で、おおむねね、問題は特に、上から見た中では特にないかなと。若干肺を除いては、上の結構重要な臓器よりも、重要じゃないわけじゃないですけど、腸から下のね、ちょっとここら辺がね、ちょっと張ってたり、夜間頻尿があるみたいなところですよね。なので今日はね、こちらのCT スキャンかっこ仮の、検査代と、あとこのおしっこのね、はい、頻尿の方のお薬ですかね。お薬と、もしね、良ければ、あれですね、またこの間ね、受けていかれなかったですけど、点滴も、はい、実費でやってますし、これはもうね、何にでも効きますね。疲労軽減ですとか、栄養素を多く含んでおりますので、はい。肝臓の方も、回復して、はい。だからといって、お酒たくさん飲んだらそれはちょっとダメですけど、もしちょっと今二日酔いみたいな感じでしたら、それにも効きますんで、やってかれます。やらない？そう。今いいですけど。わかりました。そしたら、では一番のね、
会計の方に入っていただいて、今日のね、ちょっと、人間ドックみたいな感じなので、実費で、はい、お支払いいただいて、お気をつけてお帰りください。処方箋もその時お出しいたしますので、お隣のね、調剤薬局の方で、はい、お薬ね、いただいてくださいね。大きな疾患などなくてよかったです。またね、2週間後ぐらいにお薬なくなったら、はい、ぜひご来院ください。お大事にどうぞ。